大正12年9月1日の大震に際して芥川龍之介。1、大震雑記。大正12年8月、僕は一遊亭と鎌倉へ行き、平野屋別荘の客となった。僕らの座敷の軒先はずっと藤棚になっている。そのまた藤棚の葉の間にはちらほら紫の花が見えた。8月の藤の花は年代着物である。そればかりではない。高架の窓から裏庭を見ると、八重の山吹も花をつけている。山吹を笹や日向の樹木図へ、一遊亭。その上また珍しいことは、小町園の庭の池に菖蒲も蓮と咲き競っている。葉を枯れて蜂巣と咲ける花あやめ、一遊亭。藤、山吹、菖蒲と数えてくると、どうもこれはただごとではない。自然に発狂の気味のあるのは疑いがたい事実である。僕は地来、人の顔さえ見れば、天変地異が起こりそうだと言った。しかし誰も真に受けない。久米正雄のごときはニヤニヤしながら、菊池寛が弱気になってねなどと大いに僕を嘲弄したものである。僕らの東京に帰ったのは8月25日である。大地震はそれから8日目に起こった。あの時は義理にも反対したかったけれど、実際君の予言は当たったね。久米も今は僕の予言に大いに敬意を表している。そういうことならば白状してもよい。実は僕も僕の予言をあまり信用しなかったのだよ。浜町菓子の船の中におります。桜川三光。これは吉原の焼け跡にあった無数の張り紙の一つである。船の中におりますというのは真面目に書いた文句かもしれない。しかし哀れにも風流である。僕はこの一行の中に秋風の船を家と頼んだ宝冠の姿を彷彿した。江戸作者の写した吉原は永久に帰っては来ないであろうが、とにかく今日といえども、こういう張り紙に遮奪の木を示した宝冠のいたことは確かである。大地震のやっと静まった後、屋外に避難した人々は急に人懐かしさを感じ出したらしい。向こう三軒両隣を問わず親しそうに話し合ったり、タバコや梨を勧め合ったり、互いに子供の森をしたりする景色は、渡辺町、田端、新名町、ほとんど至るところに見受けられたものである。ことに田端のポプラークラブの芝生に難を避けていた人々などは、背景にポプラーのそよいでいるせいか、ピクニックに集まったのかと思うくらい、いかにも楽しそうに打ち解けていた。これはつとにクライストが地震の中に描いた現象である。いや、クライストはその上に地震後の興奮が静まるが早いか、もう一度平成の怨怨がおもむろに目覚めてくる恐ろしささえ描いた。するとポプラークラブの芝生に難を避けていた人々も、いつ何時隣の肺病患者を駆逐しようと試みたり、
あるいはまた向こうの奥さんの思考を吹聴して歩こうとするかもしれない。それは僕でも心得ている。しかし大勢の人々の中にいつにない親しさの湧いているのはとにかく美しい景色だった。僕は永久にあの記憶だけは大事にしておきたいと思っている。僕も今度はご多分に漏れず、焼死した死骸をたくさん見た。そのたくさんの死骸のうち、最も記憶に残っているのは、浅草仲見世の収容所にあった病人らしい死骸である。この死骸も炎に焼かれた顔は、目鼻もわからぬほど真っ黒だった。が、浴衣を着た体や痩せ細った手足などには少しも焼けただれた跡はなかった。しかし僕の忘れられぬのは何もそういうためばかりではない。焼死した死骸は誰も言うように大抵手足を縮めている。けれどもこの死骸はどういうわけか焼け残ったメリンスの布団の上にちゃんと足を伸ばしていた。手もまた覚悟を決めたように浴衣の胸の上に組み合わせてあった。これは苦しみもだえた死骸ではない。静かに宿命を迎えた死骸である。もし顔さえ焦げずにいたら、きっと青ざめた唇には微笑に似たものが浮かんでいたであろう。僕はこの死骸を物哀れに感じた。しかし妻にその話をしたら、それはきっと地震の前に死んでいた人の焼けたのでしょう、と言った。なるほど、そう言われてみれば案外そんなものだったかもしれない。ただ僕は妻のために小説じみた僕の気持ちの破壊されたことを憎むばかりである。僕は善良なる市民である。しかし僕の所見によれば菊池寛はこの資格に乏しい。戒厳令の敷かれた後、僕は巻きタバコをくわえたまま菊池と雑談を交換していた。もっとも雑談とはいうものの、地震以外の話の出たわけではない。そのうちに僕は大火の原因は〇〇そうだと言った。すると菊池は眉を上げながら、嘘だよ君、と一喝した。僕はもちろんそう言われてみれば、じゃあ嘘だろうというほかはなかった。しかしついでにもう一度、何でも〇〇はボルシェビッキの手先だそうだと言った。菊池は今度は眉を上げると、嘘さ君、そんなことは、と叱りつけた。僕はまた、へえ、それも嘘か、とたちまち自説を撤回した。再び僕の所見によれば、善良なる市民というものは、ボルシエビツキと〇〇との陰謀の存在を信ずるものである。もし万一信じられぬ場合は、少なくとも信じているらしい顔つきを装わねばならぬものである。けれども野蛮なる菊池寛は、信じもしなければ信じる真似もしない。これは完全に善良なる市民の資格を放棄したと見るべきである。善良なる市民たると同時に、勇敢なる自警団の一員たる僕は、菊池のために惜しまざるを得ない。最も善良なる市民になることは、とにかく苦心を要するものである。僕は丸の内の焼け跡を通った。ここを通るのは2度目である。
この前来た時は馬場先の堀に何人も泳いでいる人があった。今日は僕は見覚えのある堀の向こうを眺めた。堀の向こうには野源なりに石垣の崩れたところがある。崩れた土は荷のように赤い。崩れぬ土手は青芝の上に相変わらず松をうねらせている。そこに今日も3、4人裸の人々が動いていた。何もそういう人々は水郷に泳いでいるわけではあるまい。しかし公人たる僕の目には、この前もちょうど西洋人の描いた水浴の油絵か何かのように見えた。今日もそれは同じである。いや、この前はこちらの岸に小便をしている土工があった。今日はそんなものを見かけぬだけ一層平和に見えたくらいである。僕はこういう景色を見ながら、やはり歩みを続けていた。すると突然、堀の上から思いもよらぬ歌の声が起こった。歌は懐かしのケンタッキーである。歌っているのは水の上に頭ばかり出した少年である。僕は妙な興奮を感じた。僕の中にもその少年に声を合わせたい心持ちを感じた。少年は無心に歌っているのであろう。けれども歌は一瞬の間にいつか僕を捉えていた否定の精神を打ち破ったのである。芸術は生活の過剰だそうである。なるほど、そうも思われぬことはない。しかし、人間を人間たらしめるものは常に生活の過剰である。僕らは人間たる尊厳のために生活の過剰を作らなければならぬ。さらにまた巧みにその過剰を大いなる花束に仕上げねばならぬ。生活に過剰を荒らしめるとは、生活を豊富にすることである。僕は丸の内の焼け跡を通った。けれども僕の目に触れたのは、猛火もまた焼きがたい何者かだった。2、大新日録。8月25日、一遊亭と鎌倉より帰る。久米、田中、菅、成瀬、向川など停車場へ見送りに来たる。1時ごろ新橋着。直ちに一遊亭とタクシーを借り、聖路加病院に入院中の遠藤小幻僧を見舞う。小幻僧は病ほとんど癒え、油絵の具などもてあそびいたり。風間直江と落ち合う。聖路加病院は病室の設備、看護婦の服装等、清楚甚だ愛すべきものあり。1時間の後、再びタクシーを借りて一遊亭を送り、3時ごろやっと田端へ帰る。8月29日、初期甚だし、再び鎌倉に遊ばんかなどとも思う。白母よりおかん。検温器を持ちうれば8度6分の熱あり。下島先生の来信を請う。流行性感冒のよし。母、おば、妻、子ら、皆多少風邪の気味あり。8月31日、病いささか心よき覚ゆ。床上、渋江仲裁を読む。かつて小説芋がゆを創世しとき、ほとんど全くなる語を用い、久米に笑われたる記憶あり。今、仲裁を読めば、
鴎外先生もまたほとんど全くの語を用う。一生を禁ずるあたわず。9月1日、昼ごろ茶の間にパンと牛乳を喫し終わり、まさに茶を飲まんとすれば、たちまち大身の来たるあり。母と共に屋外にいず。妻は2階に眠れる隆を救いに去り、おばはまたはしご段のもとに立ちつつ、妻と隆とを呼んでやまず。すでにして妻とおばと隆を抱いて屋外にずれば、さらにまた父と広とのあらざるを知る。ひしずを再び屋内に入り、走行広を抱いていず。父また庭を巡っていず。この間、家大いに動き、歩行甚だ自由ならず。屋外の乱墜するものを10よ。大身ようやく静まれば、風あり、表を吹いてすぐ。土臭ほとんどむせばんと干す。父と奥の内外を見れば、被害は奥がの落ちたると石灯籠の倒れたるのみ。円月堂見舞いに来たる。大然自弱たるごとき顔をしていれども、多少は驚いたのに違いなし。病を務めて、円月堂と近隣に従する諸君を見舞う。途上、神明町の強者をすぐれば、人家の倒壊せるもの数軒を数う。また月見橋のほとりに立ち、はるかに東京の天を望めば、天、泥土の色を帯び、延々の四方に人をする見る。帰宅後、伝統の展示がたく、食料の乏しきを告げんことを恐れ、ろうそく、米穀、素菜、缶詰の類を買い集めしむ。夜また円月堂の月見橋のほとりに至れば、東京の火災、いよいよ思うに、一望大いなる陽光炉を見るがごとし、田端日暮里、渡辺町等の人々、路上に椅子を据え、畳を敷き、屋外に眠らんとする者を少なからず。帰宅後、大身の再び至らざるべきを解き、家人を皆屋内に眠らしむ。電灯ガス、ともに用をなさず、時に2階の戸を開けば、天職、常にもゆるがごとく紅なり。この日、下島先生の夫人、単身、大身中の薬局に入り、薬剤の棚の倒れんとするをささう。ために出荷の憂いなきを得たり、単遊、僕などの及ぶところにあらず、夫人は渋江仲裁の夫人、伊予女の生まれ変わりか何かなるべし。9月2日、東京の天、いまだ煙に覆われ、開人の時に庭先におつるを見る。円月堂に来い、牛込芝等の親戚を見回しむ。東京全滅の法あり。また横浜並びに湘南地方全滅の法あり。鎌倉にとどまれる知由を思い、心をしきりに安からず。白母、円月堂の帰り報ずるを聞けば、牛込は無事、芝、正土とかせりという。姉の家、弟の家、ともに全焼し、されるならん。彼らの生じだに明らかならざるを憂う。この日、避難民の田畑を経て飛鳥山に向かう者、陸賊として絶えず、田畑もまた延焼せんことを恐れ、妻は子らの意をバスケットに収め、僕は漱石先生の書一軸を風呂敷に包む。家具家財の荷造りをなすも、運びがたからんことを察すればなり。人欲もとより極まりなしとはいえ、存外また諦めることも容易なるがごとし。世に入りて発熱39度、時に丸々あり。
僕は頭を申して立つあたわず。円月堂僕の代わりに鉄匠警戒の任にあたる。脇差しを横たえ木刀を引っ提げたる上、彼自身円然たる丸々なり。3. 大震に際せる感想。地震のことを書けという雑誌一つならず、何をどう書き飛ばすにせよ、そうは注文に応じがたければ、思いつきたることを二三を記してやむべし。幸いに漫乱を咎むることなかれ。この大震を天見と思えとは、渋沢子爵の言うところなり。誰か自ら顧みれば、足に傷なきものあらんや。足に傷あるは天見を被るゆえん、あるいは天見を被れりと思いうるゆえんなるべし。されど我は妻子を殺し、彼は家すら焼かれざるを見れば、誰かまたいわゆる天見の不公平なるに驚かざらんや。不公平なる天見を信ずるは、天見を信ぜざるにしかざるべし。いな、天の創生に。当世に行わるる言葉を使えば、自然の我々人間に冷淡なることを知らざるべからず。自然は人間に冷淡なり。大震はブルジョアとプロレタリアとを分かたず。猛火は人人と八匹とを分かたず。自然の目には人間ものみも選ぶところなしと言えるトゥルゲーネフの三分子は真実なり。のみならず、人間の内なる自然も人間の内なる人間に愛憐を有するものにあらず。大震と猛火とは、東京市民に日比谷公園の池に遊べる鶴とアヒルとをくらわしめたり、もし救護にして至らざりとせば、東京市民は野獣のごとく人肉を喰らいしやも知るべからず。日比谷公園の池に遊べる鶴とアヒルとをくらわしめし境遇の惨は恐るべし。されど鶴とアヒルとを、いな人肉を喰らいしにもせよ、喰らいしことは恐るるに足らず。自然は人間に冷淡なればなり、人間の内なる自然もまた人間の内なる人間に愛憐をたるることなければなり、鶴とアヒルとを食われるがゆえに、東京市民を重心なりというは、ひいては一切人間を近従と選ぶことなしというは、筆境、育児なきセンチメンタリズムのみ。自然は人間に冷淡なり、されど人間なるがゆえに、人間たる事実を軽蔑すべからず、人間たる尊厳を放棄すべからず、人肉を食らわずんば生きがたしとせよ。汝と共に人肉を食らわん。人肉を食らうて腹小然たらば、汝の父母妻子をはじめ隣人を愛するに躊躇することなかれ。その後になお余力あらば、風景を愛し、芸術を愛し、万般の学問を愛すべし。誰か自ら顧みれば、足に傷なきものあらんや。僕のごときは両脚の傷、ほとんど両脚を中断せんとす。されど幸いに、この大震を天見なりと思うあたわず。いわんや天見の不公平なるにも、呪詛の声をあぐるあたわず。ただ、師弟の家を焼かれ、数人の治癒を示しがゆえに、闇がたき遺憾を感ずるのみ。我らは皆嘆くべし、嘆きたりといえども、絶望すべからず。絶望は
死と暗黒とへの門なり。同胞よ、面皮を厚くせよ。カンニングを見つけられし中学生のごとく、天見なりなどと信ずることなかれ。僕のこの言をなすゆえんは、渋沢子爵の一言より、とうとうと何でもしゃべりうる僕の才力を示さんがためなり。されど必ずしもそのためのみにはあらず。同胞よ、冷淡なる自然の前に、アダム以来の人間を樹立せよ。否定的精神の奴隷となることなかれ。4. 東京人。東京に生まれ、東京に育ち、東京に住んでいる僕は、いまだかつて愛嬌心なるものに同情を感じた覚えはない。また同情を感じないことを得意としていたのも確かである。元来愛嬌心なるものは県人会の世話にもならず、旧藩主の厄介にもならない限り、いわば無用の長物である。東京を愛するのもこの例に漏れない。とかく東京東京とありがたそうに騒ぎ回るのは、まだ東京の珍しい田舎者に限ったことである。そう僕は確信していた。すると大地震のあった翌日、大彦の野口くんに会った時である。僕は一本のサイダーを中に野口くんといろいろ話をした。一本のサイダーを中になどと言うと、あるいは気楽そうに聞こえるかもしれない。しかし、東京の大火の煙は田畑の空さえ濁らせている。野口くんも今日は元禄袖の紗の羽織などは着用していない。なんだか鍛冶頭巾のごときものに雲流の差しっこといういでたちである。僕はその時、話のついでに、もう続々理災民は東京を去っているという話をした。そりゃあなた、お国者はみんな帰ってしまうでしょう。野口くんは言下にこう言った。その代わりに江戸っ子だけは残りますよ。僕はこの言葉を聞いたときに、ちょいとある心強さを感じた。それは君の服装のためか、空を濁らせた煙のためか、あるいはまた僕自身も大地震に怯えていたためか、その辺の消息ははっきりしない。しかし、とにかくその瞬間、僕も何か愛嬌心に似た勇ましい気のしたのは事実である。やはり僕の心の底には幾分か僕の軽蔑していた江戸っ子の感情が残っているらしい。5. はいと東京。加藤武雄様。東京を弔うの分を作れという仰せはまさに拝聴しました。またお引き受けしたことも事実であります。しかし、いざ書こうとなると、僧帽の際でもあり、どうも気乗りがしませんから、この手紙でご免を被りたいと思います。応仁の乱か何かにあった人の歌に、名も知るや、都は延べの夕日張り、上がるを見ても、落つる涙はというのがあります。丸の内の焼け跡を歩いた時には、ざっとああいう気がしました。水木京太氏などは、銀座を通るとポロポロ涙が出たそうであります。もっとも全然センチメンタルな気持ちなしにという断り書きがあるのですが、けれども僕は、落つる涙はという気がしたきり、実際は涙を落とさずに済みました。その他、不謹慎の言葉かもしれませんが、ちょいと物珍しかったことも事実であります。落つる涙はという気のしたのは、
もちろんこんなにならぬ前の東京を思い出したためであります。しかし大いに東京を惜しんだというわけじゃありません。僕はこんなにならぬ前の東京にあまり愛着を持たずにいました。と言っても僕を江戸趣味の徒と即断してはいけません。僕は知りもせぬ江戸の昔にいい連々とするためにはあまりに散文的にできているのですから。僕の愛する東京は僕自身の見た東京、僕自身の歩いた東京なのです。銀座に柳の植わっていた。汁粉屋の代わりにカフェの増えない。もっと一体に落ち着いていた。あなたもきっと知っているでしょう。いわば麦わら帽はかぶっていても薄羽織を着ていた東京なのです。その東京はもう消え失せたのですから、同じ東京とはいうものの、どこか折り合えない感じを与えられていました。それが今、焦土に変わったのです。僕はこの急激な変化の前に、俗悪な東京を思い出しました。が、俗悪な東京を惜しむ気持ちは、いや、丸の内の焼け跡を歩いた時には惜しむ気持ちにならなかったにしろ、今は惜しんでいるのかもしれません。どうもその辺はぼんやりしています。僕はもう俗悪な東京にいつか追憶の美しさを付け加えているような気がしますから。つまり一番確かなのは、おつる涙はという気のしたことです。僕の東京を弔う気持ちもこの一号を出ないことになるのでしょう。おつる涙はこれだけではいけないでしょうか。なんだか取り留めもないことばかり書きましたが、どうかあしからずお許しください。僕はこの手紙を書いてしまうと、僕の家に充満した焼け出されの親戚、故宮と玄米の夕飯を食うのです。それから提灯にろうそくを灯して夜景の詰所へ出かけるのです。以上。6. 震災の文芸に与うる影響。大地震の災害は戦争や何かのように必然に人間の生み出したものではない。ただ大地の動いた結果、火事が起こったり人が死んだりしたのに過ぎない。それだけに震災の我々作家に与える影響はさほど根深くはないであろう。少なくとも作家の人生観を一変することなどはないであろう。もし何か影響があるとすれば、こういうことは言われるかもしれぬ。災害の大きかっただけに、今度の大地震は我々作家の心にも大きな動揺を与えた。我々は激しい愛や憎しみや哀れみや不安を経験した。在来我々の取り扱った人間の心理はどちらかといえばデリケートなものである。それへ今度はもっと線の太い感情の曲線を描いたものが新たに加わるようになるかもしれない。もちろんその感情の波を起伏させる段取りには大地震や火事を使うのである。事実はどうなるかわからぬが、そういう可能性はありそうである。また大地震後の東京は、よし復興するにせよ、差し当たり殺風景を極めるだろう。そのために我々は在来のように外界に興味を求めがたい。すると我々自身の内部に何か楽しみを求めるだろう。少なくともそういう傾向の人は
さらにそれを強めるであろう。つまり、乱世に出会ったシナの詩人などの陰性の風流を楽しんだと似たことが起こりそうに思うのである。これも事実として予言はできぬが、可能性は随分ありそうに思う。前の傾向は多数へ訴える小説を生むことになりそうだし、後の傾向は少数に訴える小説を生むことになるはずである。すなわち、両者の傾向は相反しているけれども、どちらも起こらぬと断言しがたい。7. 古書の消失を惜しむ。今度の地震で古美術品と古書との滅びたのは非常に残念に思う。表慶館に陳列されていた陶器類はほとんど破損したということであるが、その他にも損害は大いに違いない。しかし古美術品のことはしばらく置き、古書のことを考えると、黒川家の蔵書も焼け、安田家の蔵書も焼け、大学の図書館の蔵書も焼けたのは取り返しのつかない損害だろう。商売人でも村公とか朝倉屋とか吉吉だとかいうのが焼けたから、その方の利害も大いに違いない。個人の蔵書はともかくも、大学図書館の蔵書の焼かれたことは何と言っても大学の手落ちである。図書館の位置が火災の原因になりやすい医科大学の薬品のあるところと接近しているのもよろしくない。休日などには図書館に小遣いくらいしかいないのもよろしくない。そのために今度のような火災にもどういう本が貴重かがわからず、したがって貴重な本を出すこともできなかったらしい。書庫そのものの構造の存在なのもよろしくない。それよりももっと突き詰めたことを言えば、大学が古書を広角につかねるばかりで、古書の復刻を盛んにしなかったのもよろしくない。いたずらに材料を他に示すことを惜しんで、ついにその材料を右右に着せしめた学者の罪は、鼓を鳴らして責むべきである。王の社畜の一生の苦心になった社畜文庫の焼け失せただけでも残念でたまらぬ。八九軒柳という四郎の編んだ廃書などは、勝峰新風氏の文庫と天下に2冊しかなかったように記憶しているが、それも今は1冊になってしまったわけだ。